もうほとんどの人がこのマインドのトリックに引っかかっていて、もうすごい極端な言い方をすると、すごく不幸な環境の中でもスピリットはものすごく幸せなので。こんにちは、桃代です。こんにちは。はい、今ねちょうどエマネーションアチューメントのコースの最中で、この動画がアップされる頃にはもう終わってるんですけれども、なんかね本当にその皆さんを見てると、いつも思うことなんですけど、スピリチュアルって学べないなって思うんですよ。なんかむしろ学んじゃいけないっていうか、スピリチュアルってやっぱり経験するものであって、なんか経験して初めて、これがスピリチュアルな経験なんだ、スピリチュアル体験なんだとか、これが目覚めなんだっていうのをこうなんていうか全身で感じる、もうエネルギーでやっぱり感じるもので、でそれをね学んじゃうと、やっぱりこう頭の中にそういうイメージが、例えばね私のコースを受けるとこういう経験をするんだろうっていう想像ができちゃって、逆にそれを追っちゃって経験が分からなくなる。なんかスピリチュアルな経験ってやっぱり本当に十人十色で、もうそれぞれ違うんですよね。で私は目覚めるとこういう感じですみたいなのも YouTube で言ったりするんですけど、それは一つのストーリーでしかなくて、もちろん似たような経験をすることが多いんですけれども、でもやっぱり私の経験でしかなくて、他のマスターの方の経験でしかなくて、皆さんそれぞれその目覚めの経験っていうのは違って、もうスピリチュアルってやっぱり経験するものなんですよね。学ぶことができないもの、むしろ学ばない方がいいかもしれないっていうものでね、エマネーションアチューメントのコースに来てくださる方なんか、やっぱり最初の週とかは本当に頭でっかちになって、こんな経験がしたいです、こんなことが起きるといいなみたいな、やっぱり想像はたくさん膨らむんですけども、後半になってくるともうだんだん経験が深まってくるので、やっぱなんか想像してたのと全然違うなとか、目覚めていく方とかね見させてもらうと、もうすっごい幸せなんですけれども、もう言葉がやっぱりだんだんなくなってくるよね。もう最後なんか笑うしかないみたいな幸せって本当にここにあったんだわははみたいな、そんな感じで、もう言葉にやっぱならないっていうもので、もうそれがスピリチュアル体験だと思うし、でスピリチュアルな体験ってどんどんこう変わっていくというか進化していくし、なんかもう本当にその人それぞれのものなんですよね。でじゃあ何を学べるのか、何を学ぶといいのかっていうと、やはり私たちが学べるのってこうマインドの仕組みなんですよね。自分のマインドは自分で学ぶことができるし、自分のマインドを学ぶことがスピリチュアルな目覚めにつながるっていうことなんですね。なんでかっていうと、マインドとスピリチュアルって別々のところにあるのね。スピリットと、マインドって別々なものなので、自分のマインドを知れば知るほど、そのマインドじゃないスピリットっていうのが余計によく分かってくるようになるんですよ。だからマインドっていうのはたくさん学んだ方がいいし、なんか逆に学べるものってマインドなんだと思うんですよ。マインドとか仕組みというか、心の仕組みっていう風に言ってもいいんだけど、そうだから私のチャンネルでも結局いつもお伝えしてるのってなんかマインドの仕組みの方が多いと思うんですよ。だからスピリチュアルってこうだよっていう風に言ったとしても、なんかそうなんだってね思ってもらえるかもしれないですけど、なかなか皆さんの人生に役には立たないというか、むしろ皆さんがスピリチュアルを経験したいってなった時には邪魔になることの方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうで今日は一つ学べるマインドの仕組みをねちょっとご紹介しようと思うんですけど、なんか〇〇さえあればみたいな、なんかこれさえ手に入ればとか、これさえなくなれば私幸せなのにっていうふうに思うことってありませんか？多分もうみんなあると思うし、でそれを追いかけて結構人生をね過ごしている方って本当に多いと思うんですよ。この会社に入社さえできればとか、このお家さえ買えればとか、もうこの病気さえなければ私は本当に幸せなのにとかで、それってすごくわかるじゃないですか。だけどね、これこそがマインドのトリックなんですよ。もうほとんどの人がこのマインドのトリックに引っかかっていて、なんかこれさえあればとか、これさえなければっていうマインドが自分の中にあるよってことで、
それを手に入れることが本当の幸せではないんですよ。もちろんマインドはこれさえあればあなたは幸せになれるとかって言ってくるもんだから、これを手に入れるためにってすごい必死になると思うし、またはね、それを手に入れるために、私のコースに参加してくれるみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、さっきも言ったようにスピリチュアルの経験って全然そこにはなくて、本当にいつも言うんだけど、真の幸せってもう環境とか状況とか全く関係ないところに、常にこの内側に存在するっていうことなんですね。もうすごい極端な言い方をすると、すごく不幸な環境の中でもスピリットはものすごく幸せなので、スピリットを感じることができれば、そんな不幸な環境でも幸せになれるってことなんですよ。だから何々さえ手に入ればとか、何々さえなければ、もうね、本当に病気さえなければとかって、私もめちゃくちゃ気持ちはわかるんですけど、やっぱ摂食障害をやってた時とか、もうこれさえなければ私結構 OK なのにみたいな感じなんですけど、やっぱり本当の幸せっていうのはあってもなくてもまた関係ないところに、今めちゃくちゃ幸せみたいな、状況とか関係ない感じなんでしょうね。なので今日皆さんに学んでいただきたいのは、これさえ手に入ればとか、これさえなければっていう考えが浮かんだ時に、これマインドのトリックなんだっていう風に気づいてください。これが私のマインドなんだって、でそれを追いかけるとか、それを手に入れようと頑張るとか、それをなくすように頑張るっていうところに本当の幸せがないっていうのを思い出してください。この動画を見てでもいいと思うんですけれども、でもちろん追いかけちゃいけないとか、これさえなければっていうものをなくすところに努力をしない方がいいとかって、そういうことでもない。それはそれでね、別にやってもいいと思うんだけど、でも幸せとは関係ないんだって知りながらやった方がいいと思うし、でも本当のスピリチュアルを体験したいというのであれば、そういうマインドに引っかかっている私がいるんだっていうことにまず気づくことが大切なんですよ。マインドのトリックってね、本当にいろいろあるんですけど、これは一番皆さんが陥りやすいマインドのトリックだし、自分でも見分けがつきやすいものだと思うので、ぜひ日常でね、これかっていう風に見つけ出してみてください。でそれをね手に入れることに意地になってないかなとか、そういうこともちょっと見てもらって、今一度立ち止まってもらえるといいと思います。本当の幸せは何かを得ること、何かを削ぎ落とすことにはないっていうことですね。本日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。